皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。はいです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、こんなちょっと実験企画をやっていきたいと思います。はい。ラフとペン入れと色塗り。果たしてどこが一番大事なのという検証をしていきたいと思います。はいはい。ちょうどここに今3人いるじゃない？今日は3枚のイラストを3人一緒に描いていきたいと思います。ただ、それぞれ担当するのが違います。まず、それぞれがラフを、下書きを担当します。で、それを隣の人に回して、その前の人が書いた下書きに次の人がペンを入れます。あ、そうなの？で、またそれを回して、そのペンを入れたものに次の人が色を塗ります。要は3枚ともそれぞれの工程が違うイラストが出来上がるのね。はいはい。そんなこと先生考えついたの？なので、私がやっぱどこに入るかで絵のクオリティってどんだけ違うんだろうって気になるじゃない。で、まあ正直その絵のクオリティ、色の塗り方といっても、まあ、ランキングをつけるなら私、斉藤 S 君なので。だから、まあそれで言えばどれぐらいの割合でどの要素が大事かっていうのを今日はちょっと調べていきたいと思います。どっちにしろ全部俺最下位じゃね？もしかしたら発想力だけ勝てるかもしれない。そこだけね。すごいアートだからね。それでは早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速まずそれぞれの下書きターンやっていきたいと思います。はい。まあ自由に、もう本当に今日自分が描きたいなと思うイラストを下書きしてください。わかった。もう浮かんでる。俺はもう浮かんでるぜ。まあ、ただそのペン入れをするの自分じゃないから、それ通りになるかわからないけども。この視聴者のみんなに伝えたい。今日私の昼飯が今、寿司に決まったの。だから、寿司人間描こうと思う。寿司人間。ダメだよ、S 君引っ張られちゃう。もうこれがね、なんか、いやでも違った。人間なんだこれ、キャラ、俺、何書いてるか教えてあげよっか、これ。チャリ自転車。お、よくわかったじゃん。やっぱ、そうだよね。めっちゃむずいもん書くね。でも、ね、下書きチャリから始まるんだ。もうちょっと熱すぎるじゃん、今。熱い。で、ふとさ、ゆずのさ、夏色の曲が出たんよ、今、俺一瞬。で、この長い下り坂をっていう、なんか流れたよ。その瞬間になんか、あ、自転車でいっか、みたいなさ。っていうイメージで、もう自転車描こうって。あー、夏だね。夏だね。そうそう。私だったら楽にスイカに走っちゃう。すごいよ、S 君。そうでしょ？そんな大変なもん書きたくないもん。でも俺これ流れでいくとさ、新本先生にペン入れ入るじゃん。って考えたときに。こうじゃないよ、こうとね。逆だったの？嘘。そうだよね、私も多分こうなんだよ。そういうこと？時計回りのイメージだった。やっちゃったよ、俺。先生が俺、新本先生に。職になるんだよ。私じゃ多分、そのままなぞられるチャリが。完全にミスってるよ。俺、その流れだと思ってたんだよ。だから自転車で行くから、いや、逆に言えば私の絵を S 君がペン入れになる。やだー。嘘。やだー。私な、これ色付け新本先生にしてほしかったんだ。みんなの思いが全部ずれていく。完全に失敗してるよ。はい。じゃあ、まずラフ書き終わりました。はい。それぞれ、ちょっと簡単なラフの説明してもらっていいですか？はい。じゃあ、まず私から。私は、夏なので、まあ、ぷくちゃん、擬人化のイメージです。で、なんか、犬だけど結構泳げるから、水遊びして、夏が来たぜって喜んでるぷくちゃんのイメージなので、そのイメージで、まあ、今後進んだら嬉しいなと思っております。確かに、ぷくちゃんっぽい表情してる。ちょっと、あえてちょっと二人がどうするかわからなかったから、ぷくちゃん太陽みたいな。これ、ぷくちゃん太陽です、これ。ちょっとわかんない。次の人に任せます。じゃあ次、斉藤さんのラフ教えてください。はい。私は今日のお昼がお寿司という海鮮の嬉しさからできました。寿司人間です。何これ？私の嬉しさがここに爆発しております。はい。たくさんね、綺麗なイクラの色になるといいなと思って。じゃあ俺次第か、それ。カラーの人に願いを込めて渡します。任せろ。はい。じゃあ次、S 君のイラスト。俺はもうだから、今年ね、急に暑くなりすぎて、もう夏だから、まあ夏色が急に俺の頭の中にプッと浮かんだわけよ。だから、下り坂を自転車で下ってるみたいなイメージを
すごく表してくれれば。夏といえばゆずの夏色さ、多分我々の世代の、今のその若い子たちが夏色、みたいな感じになってたけど。今のもしかしたら若い子たちはミセスグリーンアップルとか。そうだよ、夏はそうだよ。ね、まあちょっと古い世代出ちゃったけど、まあ坂道をチャリで下ってるってことね。坂道をチャリで下ってる。なんか事故が起きそうな顔してるんだよ。しかも2人乗りしてんだからね、俺の。じゃあ、これもはい、時計回りに回したいと思います。行ってこい。怖いよ。今からこれをもうみんな黒のプロッキーでペンを入れていきたいと思います。はい。いや、でもな、私どうしよう、これ。むずいよ、それ。S君の絵は解釈違いなんだよな。もうそのまま活かすかどうかだよね。そう、だからそのまま活かすか。完全に斎藤のもう漢字に変えちゃうのもありだよ。待って、今気づいた。このチャリサドルないんだけど。嘘。だってサドルだよ。そうだ。何も資料見なかったからさ、俺の自転車ってこれだったんだよね。俺の自転車ってこれだったんだ。俺の自転車それだったよ。あ、でもループっていうパターンもあったね。もうループに変えちゃうかも、今時にちょっと。確かに。今時みんなループ乗ってるよね、すごくね。夏色古いからもうループにね。夏色の。あれでいいんじゃない？なんだっけ、キックボードね、電動キックボード。はい、じゃあ各自ペン入れが終わりました。じゃあそれぞれ一応ペンを入れた時のこだわったポイントとか話していきたいと思います。はい。私は寿司人間があまりにもちょっと簡素だったので、ちょっと周りにいろいろ寿司っぽいものを付け足したのと、うますぎ？次 S 君がやるので、ちょっと私、ワンチャン S 君はね、顔を真っ黒く塗りつぶしてしまうっていう恐れをあったから、一応顔の周りに丸をつけて、S 君が怖いこと起こる？でも塗りたいじゃん、ここが。S 君は黒でここを全塗りして顔を消してしまう可能性が。さすがにそこまではしないよ。なので S 君がちゃんと塗れるようにイメージとして丸く抜いておきました。ありがとうございます。すごい、しかもこの湯飲み柄も可愛いし。あとほら、ワンチャン S 君がね、肌色で全部を塗っちゃった時、ちょっと絵として恥ずかしい感じになっちゃうことがあるから、今日着せときました。待って、俺寿司人間って言われたけどさ、それを人間で肌色に塗るとは一言も言ってないからね。でも S が顔真っ黒の塗りつぶし、体を肌色全塗りの可能性あったの。それ、違うな、私が求めてる。でもこのイクラのツヤとかめっちゃ嬉しいけど、S 君が塗った時に果たしてどうなるのか。真っ赤から塗っちゃうだけだから。そうだね。ちょっと S 君にあとは解釈してもらって塗ってもらいたいと思います。これ嬉しい、書いてもらう。じゃあ次、斎藤。これはね、すんごい難しかった。めっちゃ変わっためっちゃ変わった。いや、だから、線画で結構変えちゃったけど、構図はそのままに伸びた腕とか、この人が裸だったこと、そしてこのなんていうかこの顔のね、感じはそのままに、後ろのキャラの人とかもう浮いてたからね、浮いてて、車輪から飛び出てたから、ここはもう私のあれでいいやと思って乗っけといた。まあ、自転車をループにしたのね。自転車も。自転車でなくなっちゃったんですね。まあでも、こちらがしっくりきた。もともとの前の自転車がさ、サドルなかったから、ループなのかなと思って、今時に変えといた。今時になった。あ、でもなんか斎藤らしさが出たな。じゃあ、S 君。これだからシーモン先生はそのままペンをなぞったら、俺なりになぞったらこうなったって感じだよ。で、まあ C っていうのはなんかこれね、浮き輪がなんかボーダーだったらしいんだけど、俺らの解釈の間違いで、なんか寂しいなと思ったから、ちょっとプクプク柄みたいのに変えといてあげたっていう。あとなんか、もう一頭変えといた。あと私が水しぶきのイメージで描いてたキラキラが十字の模様だと思っちゃった。いや、だからちょっと、なんか寂しいなと思ってね、浮き輪を変えたぐらい。じゃあ、それぞれもう一回時計回りして、最後色塗りしていきたいと思います。チャレンジ！はい。待って、やっぱさ、このさ、ここから回ってくる、ここが一番きついから、ここは先生の部分だったなって今思うんだ、私。じゃあ、色は最後みんなコピックで塗っていきたいと思います。はい。はい。じゃあ最後、色塗りの工程終了しました。
じゃあそれぞれ早速全部のイラスト、全工程をこう画面には出しながら見せたいと思います。じゃあ最後私が色塗りをしたものはこうなりました。おー、ええやん。めっちゃいいじゃん。なんかさ、ジャケットみたいになってない？ちょっと CD の。なんかすごい青春っぽいね。私が意識したのは、まずもともと S 君がね、夏のイメージだって言ってたから、後ろに入道雲を描いて、ちょっと夏っぽさを取り戻してみた。すごいすごい。あとは、こうちょっと葉っぱとかを飛ばすことで、よりこう流れていく感じがあるかなと。で、斎藤が描いたのが坊主だったけど、一応髪の毛で風を感じさせなかったから、風を出してみました。お洋服もすごい可愛くなってるし。そうだね。なんかイメージ、兄弟の二人がこう坂道を下ってってるみたいなイメージにしました。黄色が飛んでんのは何なんですか？ちょっとこれはね、キラキラしてるのか来たかったけど、消えちゃった、うまく。なんか片手とかもさ、めっちゃごまかされてるしね。なんかだってこれ、裸のつもりで S 君の流れを組んで裸だったのに、ちゃんと裸だったけど、洋服、自転車っぽい服にしました。すごすぎる、これは。次、じゃあ、斎藤が色を塗ったものを見ていきましょう。はい。私が色を塗ったのは、こちらです。ぷくぷくちゃん。なるほど。でも、S 君が眉毛を描き忘れてたのを描き足してくれてる。もうちょっと眉毛なかったの？描き足しといた。もうペンが太いからさ、うまく描けなかったけど、ゲジゲジしちゃったけど。でも髪が茶色なほどでぷくぷく感がね、ましたね。ちゃんとボーダーにしてくれたんだ。ボーダーにしてくれてる。すごい量のぷくぷく感をもう私は回しきれなかったけど、まあ、ぷくぷくだよ。でも水滴がちゃんと光ってる感じとか、やっぱ色塗り斎藤結構うまいから、いいね。思ってた通り、私のイメージしてた水の中で遊ぶぷくぷくは再現できたと思います。じゃあ次、S 君最後。斎藤さんが考えた寿司人間。はい。俺が解釈したらこうなったよ。おー、なるほどね。待って、この寿司みんな腐ってないそうなんだよ。S 君なんか塩を、米塩じゃないの？寿司人間だから、エイリアンだから、出てくる寿司もやっぱ同じような感じしてあげなきゃいけないじゃん。待って食べたらこいつになっちゃいそうじゃん。そういう怖さが。美味しそうっぽさがなくなっちゃったね。でもなんか、ここグラデーションにしたのはちょっといいんじゃない？イクラを。そうでしょ。あとこの寿司人間。文字がちょうど書いたのはすごいありだね。先生の声がぴったり。私ね、実はここ醤油入れてたんだよね、この皿に。そういうこと？ちょっと伝わってなかったね。そういうこと。醤油皿のイメージだったんだけど。めっちゃハッピーな寿司人間になったでしょ。ちょっと、イラクす。私これ塗ってみたかった。塗ってみたかったよ。ということで、じゃあ最後もう一回全部並べよう。プロがラフをしたのがこれ。で、プロがペンを入れたのがこれ。で、プロが色を塗ったのがこれです。正直もうどれが一番大事かを判断するのは、本当その人の感覚による。私はすごい修正力にびっくりしたし。やっぱペン入れね。これぐらいのレベルのイラストだったにもかかわらず、カラーでめちゃくちゃ変わった中もあったから、じゃけプロが入ったら全部上手くなんな。そう、だからどこも大事どこも大事。大事だよ。どこも大事なの。ということでよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のシンマとシンと。アシスタントの斉藤と。バイバーイ。